하는 기대가 아니야. 그러면 나처럼 살지 않아도 되니까. 이제 제가 먼저 감독님한테 이제 질문을 하나 해볼게요. 이제 한국에서 촬영을 처음 하셨으니까 뭐 모든 기자들이 계속 묻겠지만 어떤 점이 가장 좋았고 어떤 점이 가장 힘들었나? 良かった点、でも本当に準備、撮影含めてとてもたくさん時間をかけられたから、そういう意味で言うと、あそここうしとけばよかったなみたいな、後悔みたいなことは残ってないからな。そういう意味で言えば、とてもいい環境を整えていただいて、映画作りができた。それは本当に嘘偽りない。힘들었던 점은? 多分ね、僕が大変だったというよりは、僕を監督にしてしまったプロデューサーたちは大変だったことはあったかもしれないけど、もちろん脚本も完成させるつもりでいらっしゃったでしょうし、そのストーリーボードを書くプロを入れますかって何度も聞かれて、いや、いいですって言って、で僕が書くのかなと思ったら、僕そんな書かないし、その韓国だとやっぱりそのストーリーボード全部完成させてインしないと、それを元にして出資者説得したりするらしくて、でもその辺も全部あんまりやりたくないって言って、現場で判断したいっていうやり方をちょっと押し通してしまったので、その辺で多分プロデュースサイドはちょっとめんどくせえなと思ったんじゃないかな。現場も僕は基本的に言うと自分で編集するので、撮影が終わって夜編集をして、その編集に基づいて脚本を直すっていう、そのサイクルで、撮影編集、脚本直し、撮影編集、脚本直し、これを全部やって映画作りなもんだから、もちろん今回もそういうやり方をしてるんだけど、日本にはその現場編集マンっていないからさ、マングンさんとても僕のやり方に寄せてくれて助けられたけども、意外とその現場で僕がモニターの前にいないから、なるべく僕目の前で役者のお芝居見たいから、モニター周りに人が閑散としちゃって、ちょっとマングンさん的に言うと手持ち無沙汰な感じが、そのモニター周りはあったんじゃないかな。その辺も多分僕じゃなくて、周りのスタッフがやりにくさを感じてたような気がする。ごめんなさい。どうだったの、ドンさんは。そういう僕みたいな監督とやってみて、これちょっといつもと感じ違うぞみたいな違和感感じたところはなかったですか？ 네. 저 같은 경우는 아무래도 한국에서 장르 영화를 많이 찍었었던 배우다 보니까 좀 처음에 되게 좀 낯설긴 했었어요. 낯설긴 했었는데 나중에는 좀 적응을 했고요. 그리고 이제 한국도 마찬가지로 감독님들이 편집을 계속 하시면서 촬영을 하셔서 그런 거는 뭐 전혀 낯설지는 않았고요. 이제 감독님이 현장에서 콘티를 많이 바꾸시고 이러는 거 보고 감독님은 저렇게 찍으시는구나 라고 생각을 빨리 이제 캐치를 했었고, 그리고 그래서 이제 촬영 다 끝나고 이제 복귀를 하면서 많이 생각을 했었던 건데, 이제 감독님 스타일을 아니까 다음에 뭐 또 작업을 할 기회가 있으면 이제 굉장히 좀 수월하게 할 수 있겠구나라는 생각이 들었어요. 그래서 좀 더 릴렉스하면서 좀 편안하게 앞으로 뭐 또 작업할 기회가 있으면 할 수 있지 않을까 생각이 들더라고요. ならよかったね。 재밌었어요. 楽しかったですよ。本当？ 음. いや、なんか、これならまた制約がなかったし、環境的に手応えを感じているのは間違いなくて、次でもいつチャンスが訪れるか分かりませんけど、もういいや、もう日本の中で、あとはみたいなことは全く考えてない。 아마도 다음에는 진짜 더 편하게 찍으실 수 있을 것 같아요.
うんうん。あれさ、新宿が最初新宿のホテルのロビーで、はい、そうです、そうです。あれ六本木か。新宿じゃないか。 지금 옆에서六本木 윤상이 の 록봉기 のホテルで、はい。たまたまだよね。たまたま。なのにたくさんお土産もらったんだよね。海苔を。それすごい覚えてる。 처음에는 우연이었구나. 偶然、 네, 偶然、 우연이에요. たまたま会ったら、すごく美味しい海苔をもらったの。 근데 그 전에 만나기로 얘기가 나오고 있지는 않았었나요? 너무 오래돼가지고 기억이 안 나. 結構そこからそんなに間隔を空けずに、じゃあ、なんかやろうねみたいな話してるんだな。だってもうプロット書いてるの2016年だ。だから、そのイメージで書いてるんだよね、きっと。 누구세요? 会った直後に。 음. もうなんかじゃあ時系列がぐちゃぐちゃなんだけどさ、それで韓国来てなんかの時にお店で、なんかこう、どんどん連れてってくれたお店。みんなで座ってさ、お肉食べながらさ、美味しかったね。そうです。そこでなんかもうでも具体的になんか韓国でやるんだったらこういう感じがいいよみたいな話がどんどんさ出て、結構その辺から一気に具体的になってったんだよ。 아. 多分、最初は夢物語で語ってたことが、あれこれもしかすると、マジで動くかもとか、いけるかもって思ったのは多分あれきっかけだね。そこのプサンのお店きっかけな気が。 저는 되게 이거는 실현시켜야겠다라는 強くこれは絶対にって思ってくれる人が相手の国でいないと無理なんだよね、これ。ありがとうございます。 초고 감독님이 이제 뭐 초고를 되게 완성본을 넘겨주셨던 건 아니었던 것 같고요. 초고가 되게 러프하게 나왔을 때 넘겨주셨던 기억이 나는데 그래서 읽어보고 되게 좀 디테일하게 피드백을 드렸던 기억이 나요. 정확한 기억인지는 모르겠어요. 감독님 영화 대사처럼 기억은 믿을 게 못 되는데 제 캐릭터보다는 전체적인 리뷰를 좀 드렸던 기억이 납니다. の感想を受けて、あ、これはブローカーの旅と合わせて、その2人の母親が母になる話であり、で、ドンスが母を許す話であるっていう、この母をめぐる話だっていうことなんだなっていうヒントをもらったのは、間違いなくドンの感想なんだよな。これちょっとね。 わかりました。 그리고 특히 그런 거는 좋았던 것 같아요. 배우가 먼저 이제 어태치가 돼 있으니까 좀 더 속도가 빨랐던 것도 있었던 것 같고 저희가 뭐 7년이 걸렸어도 그 전에 원래는 좀 더 빨리 찍을 수도 있었는데 저희가 더 잘 찍으려고 좀 미룬 거잖아요. 생각해 보면 그때 찍었으면 팬데믹에 개봉했을 수도. そうだよね。僕としてもでもフランス、まあこのこと言うとフランスのあれに申し訳ないけども、フランスで一度やってみて、何がうまくいって何が改善点かっていうのが一度確認できた上で今回できてるのは、とてもそのさっき言ったスムーズにいった理由の一つだと思うから、順番的にもタイミング的にもやっぱりベストだったと思います。 아니 파비안네에 관한 진실 찍으실 땐 진짜 힘드셨을 것 같아요. 그럴 것 같더라고요. 영화 보면은 힘드셨을 것 같은데. やっぱあまりに撮り方が1日8時間ルールっていうのがさ、やっぱ相当それまでやってたことと違うので、もちろん技術スタッフは本当に優秀でびっくりするんだよ。撮影チームとかフォーカスマンとかこうフォーカス合わせる技術とかも本当に高かったし、そういう意味で言うととても助けられたところもあったけれども、撮影リズムに自分を合わせていくのは結構難しかった。やっぱりそれに加えてやっぱこれは悪いことではないけれども、日本ももう今ルール改正されて子供は夜8時までには全部撮影終わるし、1日の撮影時間もある程度限られてるけども、フランスすっごい厳密だから、小学校何年生までだったら1日2時間しかダメみたいな状況が結構あるんだよね。そうするとカトリーヌ・ドノブさんが撮影所にいる時間と子供のその2時間をどう合わせないと一緒のシーンが撮れないみたいな状況があって、それは結構大変だった。その辺は韓国の方が生理的に非常にフレキシブルに時間的なこともそんな8時間じゃなきゃダメみたいなルールは
なかったので、 아무래도 문화가 한국이랑 일본이 프랑스보단 가까우니까 대사가 못 알아들어도 리듬으로 느끼실 수 있었을 것 같아요. 배우들 연기할 때. 그래서 꼭 이해를 못 하더라도 느낌적으로 좀 알 수 있으시지 않으셨을까. 最初はそれは予想していなかったが、日々編集をしているとそれは実感できた。やっぱ編集点、フランス語は編集点見つけるのすごく難しくて、本当にネイティブの人に入ってもらって、ここでは切れないっていう場所を教えてもらわないと難しかったんですけども、今回のはやっぱり日本語のセリフを編集するのとそれほど感覚的には違わなかった。 그죠. 그러셨을 것 같더라고요. そうだっただろうと思います。 음, 음.